こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は駅と機関区の周り、前回の続きをやっていきたいと思います。ちょっと小物を作ることが多くて地味な動画になるかもしれませんが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。前回このターンテーブルをやりまして、こんな感じに終わったかと思いますが、その後信号所とあとは腕木式信号機ですね、こんな感じに仕上げてみました。お次は踏切用の信号と右下の方がセンサーとなります。それからトイレ、あと詰所2個と物置なんかも2個作った形ですかね。並べてみるとこんな感じに随分建物が増えた感じになりました。絵を引いてみますとこんな感じで、手前の方が駐車場にする予定で、それに続く踏切も設置してみました。続いて駅の方になります。ちょっと細かい作業ですがシールを貼っていきます。駅名板と近隣の名所案内、あと自販機に貼っていきまして、この番線表もシール貼り、あとちょこちょこっと塗装も行っております。これらを設置するのには場合によっては穴開きが必要で、説明書に記載がありますが、ガイドに従って穴を開けていきます。それでもってこんな感じで自販機と入り口右側はポストになりますけどつけていきます。ポストの横にも公衆電話でしょうかね、これをつけていきまして、できたのがこんな感じでございます。ホームの方にも駅名板、花壇、ベンチ、街灯などなど取り付けていきまして、対向側がこんな感じ、反対の駅舎側の方はこんな感じに仕上げております。ではお次は勾配線路の土手の部分に石垣を作っていきたいと思います。最近では築堤という名称で完成品なんかも販売されておりますが、こういった上下2段構造のものは自分で作るしかないというわけでございます。使用している商品は石垣 A、 こちらはグリーンマックスの商品となります。こちらを土手の形状に合わせてカットしていきまして、ざっと並べてみるとこんな感じ、右側が低くなっていく形となります。お次はちょっとね、これだけでは単調なので、ここに上り口、階段を作ってみたいと思うんですけれども、こちらは1ミリのプラ板になりまして、長さを合わせて大体の目安をつけます。次にプラ棒の三角棒というのを用意しまして、ちょっと焦点が合わないですが、これが三角形の形をしております。それでこれを適当に少し長めに切って貼り付けていきまして、こんな感じですが、完全に固着してから形を整えていきますとこんな風に出来上がります。これを先ほどの位置に持ってきて、今度はこの石垣をカットしてあげてずらしますと、こんな感じで階段が出来上がるということでございます。それで階段を含めて全て切り出して仕上げた後は塗装となります。あとは汚し作業、ウェザリングですね。グレーの後に茶色をのせていきます。筆を使った後に綿棒を使うのがコツでございます。それで乾燥して並べたのがこんな感じでございまして、ちょっときつくウェザリングをやりすぎた場合は元の色を少し塗ってあげるとマイルドに仕上がります。ではざっと並べてみたのがこんな感じです。こ
こにはプラ板でこのような土台を作っております。くぼんでいるところが鉄橋の一番端がはまるような形で施工しております。反対側にも同じようなものを、ちょっとこちらは高さが高いですが、一旦これをつけてからさらに下にちょっとした地面を作ろうかと考えております。それでこちらはダム湖になるんですけど、この周りにねちょっとした遊歩道みたいなのをつけて、これがスライドレールというレールですが、これをちょっと踏切代わりに道をつけてみたいと思います。ですがこの部分には土地がないので、この辺りはちょっとした橋のような構造物を作ってみたいと思います。それでプラ板をまず用意いたしまして、次にプラ棒、こちらは2ミリ角のものになりますが、こちらを使っていきます。少し前に石垣の階段を作りましたが、同じような手法になりますが、プラ棒を少し長めにカットして流し込みの接着剤で固着していきます。接着剤が完全に乾燥しましたら、長い部分をカットしてヤスリなどで形を整えて、こちらは裏返したものになりますが、穴を開けていきます。取り付けるのは柵と柱になりますが、柱の方は100均で購入したバーベキュー用の竹串を切ったものになりまして、柵の方はと言いますと、どのメーカーのものを使ってもいいかと思いますが、今回は加藤のローカルフォームに付属する柵を使っております。こちらは細かいので穴を開けるのにピンバイスを使います。ドリルの口径は 0.7 ミリ。一番端にまず穴を開け、柵を取り付けてから反対側のピンにちょっと精度を要求されますが、現物合わせで穴を開けていきます。その後横の方にまで柵を取り付けまして、一旦ばらしてから塗装、それから再度組み上げたものがこんな感じになります。では取り付ける現場がこちらになりますが、土台としてちょっとしたものを加工して作りました。スチレンボードを貼り合わせたものになります。この下の隙間にこんな風にはめ込みまして土台とします。でこういう感じに先ほどの端を持ってきて、ちょっと下の地面ができてないので臨場感が薄いですが、一旦完成ということでございます。ではお次はちょっと場所を変えまして、赤いカーブ鉄橋の土台の方になります。何度も出てきますが、使う素材はスチレンボード。こちら 3mm の分をちょっと長さを変えてカットしました。これをグレーにスプレーして塗装した後、ウェザリングカラーマルチグレーを使ってウェザリングしていきます。ここでちょっとした手法を紹介したいんですが、一旦全体に塗った後、少し多めの塗料を垂らしまして、これをしばらく放置、頃合いを見て逆さにひっくり返しまして乾燥させたのがこんな感じになります。これプラ板でもできなくはないんですが、プラ板だと液体の滑りが速くて失敗しやすいので、スチレンボードがおすすめでございます。では現場にこちらを並べてみましたのがこんな感じでございます。では次回はこちらのダムの方を作っていきたいと思います。今現状いろいろやっておりますが、このねボルトとナットのこの部分がちょっと出っ張ってまして、ここもプラ板工作で作っていく形になろうかと思うんですが、ここはちょうどレイアウトを分割するところになっておりまして、今もう一つのレイアウトを走らせているのがクローゼットになるんですけども、分割するとこのクローゼットに収まる大きさで作っております。でそのダムのところと、あと樹木もねいろいろと作りまして、今回もシーズンは秋ということでもみじを並行して作っておりますので、そのあたりお届けできたらと思います。
では最後までのご視聴ありがとうございました。